中国の若者2500人を対象にした調査で、実に 98% が経験したと回答した衝撃的な脳の機能麻痺があります。深刻な病気だと思うかもしれませんが、その正体はあなたの手の中にあるスマートフォンの画面です。今日の動画を見終わる頃には、身近なデジタル機器がいかに私たちの記憶を消し去っているか、その実態を全く新しい視点で見ることになるでしょう。もちろん単に書く機会が減って忘れたというありきたりな話で片付けるには早すぎます。本当に面白い理由は別にあります。重要なのはなぜ文字を忘れるのかではなく、テクノロジーが私たちの脳の文字処理メカニズムそのものをどう作り変えたのかということです。東京の混雑した通勤電車を想像してみてください。スマホで難解な漢字が並ぶ経済記事をスラスラと読み進める会社員が、いざコンビニで送り状を書こうとした瞬間、ペンが止まってしまいます。毎日目にしている馴染みのある文字なのに、いざ書こうとすると、形や書き順が全く思い出せない。そんな現象が今、起きているんです。中国や日本をはじめ、東アジア全域で起きている、いわゆる漢字健忘症の典型的な姿ですね。この現象の核心にあるのは、私たちが毎日使っている、スマホの予測変換システムです。中国のピンイン入力や、日本のフリック入力は、まず読みを、アルファベットやひらがなで入力し、画面に表示される候補から、漢字を選択する仕組みになっています。これがなぜ重要かというと、脳が文字を処理する方法を根本から変えてしまったからです。かつては文字を書くために、頭の中で形を完璧に思い出す早期のプロセスが必要でした。しかし今では、画面の選択肢から正解を選ぶ選択問題を解くような形に、脳の役割が縮小してしまったのです。このシステムの凄まじい影響力を物語る極端な事例が、今まさに起きています。漢字のスペシャリストである、北京師範大学の中国文学教授でさえ、デジタル入力に慣れすぎたあまり、偵察するという意味の一般的な漢字を書く際、思わず点を2つ書き忘れてしまったと告白しています。中国のあるレストランでは、若いスタッフが、ラーメンのような基本メニューすら手書きできず、注文を取る前に、漢字の書き取りテストを行うという珍現象まで起きています。複雑な旧字体が原因かと思われがちですが、画数を大幅に減らした簡体字教育ですら、この流れを止められませんでした。どんなに文字が単純になっても、手で書く機会がなければ、脳はエネルギーを節約するために、その記憶を消去してしまうからです。重要なのは、若者の漢字能力が落ちたという表面的な現象ではありません。テクノロジーが脳の能動的な所持回路を受動的な読解回路に置き換えてしまったという構造的な真実なのです。かつては漢字を忘れても、漢和辞典で部首や画数を調べ、その骨組みを一から学び直していました。しかし、今の若い世代は、漢字辞典の引き方自体、もう忘れてしまいました。知らない文字があれば、スマホのカメラで撮るか、画面をなぞって検索するだけ。文字の構造を論理的に分解して捉えるという認知能力は失われつつあるのです。その結果、東アジア全体で悪質が社会問題化しています。これは文字を構造的に理解せず、単なる画像として捉えてしまうことで起きる必然的な現象です。正しい書き順や骨組みを知らないため、頭の中のぼんやりした残像を無理やり書き写すことになり、自分ですら読めない奇妙な形が生まれてしまうのです。状況は深刻です。手書きの遺言書すら判読不能で、それを専門に解読する企業まで登場しているほどなんです。結局私たちは文字は読めるのに自分では書けないという新しい形の半分の識字力の時代を生きているのかもしれません。危機感を抱いた中国政府は、小学生に週1時間の書道の授業を義務化し、テレビでも漢字の書き取り大会を放送するなど、手書き文化の復活に必死です。ですが、科学者たちは、ある大きな疑問を抱いています。日常生活で手書きが不要になった今、教育やキャンペーンだけで、衰えゆく脳の書く回路を本当に呼び戻せるのでしょうか。
私たちは今、数千年にわたる文字の進化を経て、書くという物理的な行為そのものが消えゆこうとする歴史的転換点にいるのかもしれません。次に、スマホの予測変換を何気なくタップするとき、自分の脳がどんな能力を機械に譲り渡しているのか、少しだけ考えてみてください。結局、この話は単になぜ漢字を忘れ、字が下手になったのか、という問いへの答えではありません。テクノロジーの便利さが、私たちの認知能力と文字の本質をいかに静かに、しかし、完全に解体しているかという、恐ろしい真実だったのです。結局、真の問いは、なぜ文字が書けないのかではなく、機械が記憶を代行する時代に、人間の知性がどのような形で残るのかという点にあります。知らなくても困らないけれど、知っておくと役に立つ知識をお届けする、キュリでした。